古より日本人の心のふるさととして変わることなくあり続ける唐揚げ。本日は料亭宮崎より唐揚げを調理していきます。宮崎春樹、新たな技を覚えました。記述です。それではブスブスとお肉をいじめていきましょう。記述です。記述です。お塩を少々、砂糖を少々加え、記述です。水を加えて混ぜます。記述です。ひたひたにラップをして冷蔵庫へぶち込み、一晩寝かせます。それではおやすみなさい。それではニンニクをサクサク切っていこう。本当はニンニクをすりおろしていきたいところだが、すりおろすものがないので、これでもかというまで切り刻んでいく。しっかりとみじん切りにすることでニンニクの香りがしっかりと唐揚げに染み込むんだ。ここでポイント。料理ができることをニンニクのみじん切りでアピールしよう。いかに切る技術をうまく見せるかが決め手だ。この動作も特には意味がないが、ダイナミックでかっこいいだろ。さあみんなお試しあれ。そしてここで昨日寝かせておいた鶏肉さんたちを叩き起こそう。塩、砂糖の入った水につけておくことで揚げた時にジューシーな食感を楽しめるんだ。まるで肉汁の水遁水流弾の術や。鶏肉を一口サイズに切っていこう。自分が思っているよりも少し大きめに切ると食べ応えのある唐揚げに出来上がるんだ。切り終えたら記述です。ボウルの中に先ほどみじん切りにしたニンニクを入れる。そして記述です。醤油とみりんを同じ比率で適当に入れよう。そしてさあ何が始まるんだ。記述です。卵を割って入れよう。よし、入った。そして小麦粉、少量の塩、パプリカパウダー、そしてブラックペッパーをこのようにして入れるんだ。そして混ぜよう。おっと、これはなんか恥ずかしい気持ちにさせられる。お風呂の中の金太。おっと、これ以上は控えておこう。冗談はさておき、しっかりとまんべんなく混ぜていこう。混ぜ混ぜ混ぜ。混ぜ混ぜ混ぜ。混ぜ混ぜと。混ぜ終えたら、なんとここでせんべいの残り物だ。これもおせんべいで作るというなんとも斬新な発想。そしてここで ASMR ですね。どうぞお楽しみください。ASMR が終えたところで鶏肉に最高のフィナーレをプレゼント。油で揚げる準備をしていこう。残り物は冷蔵庫で寝かせ、味をさらに染み込ませる。Remember we were 21 Instead of doing nothing Just enjoy each other's company Not knowing what tomorrow brings 油の温度を一定にするためにかき混ぜよう。ある程度油が高温になったら火力を最小にし温度を調節しよう。そしてここで超絶高温油の身へ鶏肉をぶち込む。鶏肉を入れたら油の温度が下がるので火力を中火にしよう。音がバチバチいってきたら火を止め油の温度を調節しよう。3分経ったら火を止めた状態で1分半放置しておくんだ。1分半経ったら最大火力で1分間揚げたら完成だ。聞こえてくるだろうか、唐揚げたちの歓喜の歌声を。とても美しい。
カリカリサクサクジューシー唐揚げお上がりよ。なんということだ。外はザックザク、そして中はジュワジュワ。衣に守られ、鶏肉の旨味がしっかりと凝縮されている。おせんべいが使われていることにより、衣からもしっかりとした味わいが感じられる。まるで鶏肉がおせんべいの愛に包まれているようだ。おせんべいの愛に溺れてしまう。